皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。この動画は満開の桜をめでた後に開かれた花見の茶事の第2部となります。第1部では諸積出前までをご紹介しました。第2部では茶会席をご紹介します。茶会席は茶事においてお茶を飲む前に空腹をしのぐためのお食事で、味はあっさり量も少なめ、一汁三菜が基本です。とはいえ現代においては亭主の心入れでお料理の数が増えたりします。それでは一緒に見てまいりましょう。会席料理の始まりは、まずお敷に乗せた飯碗と汁碗、向こう漬けを持って亭主が茶室に入ります。私はそれを受け取り膝前に置きます。全員の分が配り終わると、亭主はどうぞお箸をお取り上げくださいませと挨拶し下がります。正客の私は皆さんにそれではいただきましょうと声をかけ、両手で飯碗と汁碗の蓋を同時に開け、汁碗の蓋を飯碗の蓋にかぶせてお敷の右横に置きます。向こう漬けはお酒が出るまで少し待ちましょう。まずは炊きたてのご飯と汁を交互にいただきます。続いてお酒が出されます。亭主の趣向で食前酒にぴったりなスパークリングの日本酒がガラス器の酒器とともに出されました。お酒の弱い私はほんの一口いただきます。ここから向こう漬けに箸をつけます。亭主は半旗を持ってお付けいたしますと声をかけてくれました。私がお任せをと答えると、亭主はではお汁の替えをと汁碗を持って下がります。半旗を左脇に抱え飯碗によそいます。まあなんとかわいい、取り出しやすいように人数分丸く盛られています。2度目の汁が出ました。次客三客の汁碗も水屋へ運び汁替えがされました。煮物碗が運ばれてきました。茶会席のメインディッシュともいえる煮物碗、具がたっぷり入っています。ハマグリの新庄と今が旬のタケノコ、ふわっといい香りです。2献目は酒器を変えて日本酒が出されました。普段は飲めないのでお断りするのですが、花見の後で気分もいいので少しいただくことにしました。続けて小伊万里の大きな器に乗せられたさわらの西京焼きが運ばれてきました。ここまでが一汁三菜と言われる茶会席の基礎となります。もう一度半旗が出されます。今度はたっぷり入っているので食べられる分だけよそいます。続けて鉢に盛られたシャモの山椒煮などが出されました。お客様にこの鉢を預けて、亭主は水屋で軽い食事をするため預け鉢と呼ばれています。こちらは初ガツオのおろし合いです。強いてもう一品進める魚としてシー魚と呼ばれています。小さな蓋のついたお椀はこすい物または箸洗いと呼ばれており、箸の先と口の中を清める目的から淡白な味の汁となっています。またこすい物の蓋にはきれいな絵柄が描かれており、後ほど8寸のお料理を入れる器の役目も果たします。箸は使わないとき、箸先をお敷の左側に数センチ出しておくと、お敷を汚すことなく箸置きの代わりとなります。酒器と酒杯、8寸の杉生地の盆に海のものと山のものを持った酒の魚が運ばれてきました。ここで本来なら亭主と客が一つの杯で回して飲む千鳥の杯をするのですが、こればかりはコロナ対策を考え控えることにしました。そして吸い物碗が下げられます。美味しいお食事をいただき、お酒も入り、和やかな雰囲気が続きます。会席の締めくくりは湯豆と香の物となります。湯豆とはおこげやいったお米にお湯を注いで薄塩を加えたものです。香の物は向こう漬けの器で取り回します。湯豆を左手に持ち、湯の粉をすくってかけます。香の物を使って飯碗の中をきれいに食べきって器を一つ一つ清めます。食事を終えたことを水屋にいる亭主に知らせるために、それでは皆さんご一緒に
と声をかけ、全員で箸をお敷の中に音を立てて落とします。その合図を聞いて亭主は茶室に入り、お敷を下げていきます。続いておもがしが出されます。釜のお湯も程よい感じに湯気が立ち上がってきました。亭主からお菓子をお召し上がりになられましたら、席を改めさせていただきとうございますので、外腰掛けへお出ましくださいませ、と挨拶があり、私の方からは、では後ほどお何物で席入りをお知らせくださいませ、と返し、亭主は、ことによりますと余韻を残して下がります。まあ、なんとも春らしい柔らかいお色のお菓子。いただいた後、一旦仲立ちをし、外腰掛けでくつろぎます。そしていよいよ茶事のメインとなるお濃茶をいただく時間となります。この続きは花見の茶事第3部の動画でお楽しみください。皆さんいかがでしたでしょうか。洋食をいただく際にナイフやフォークの使い方などテーブルマナーがあるように、茶会席をいただく際のルールやマナーもあります。本日はさらっと流れを見ていただきました。細かいルールやマナーについてはまた別の機会にご紹介できたらと思います。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。